炎上ロームは日本で米国からただ乗り帰国者に現役世代の怒りが爆発。健康保険のバグと逃げ切り世代の衝撃的な実態。ゼロ。老後は日本ではただ乗りでは、18歳で米国に渡って60年。素晴らしい人生だったよ。杖を手に、満面の笑みで語る高齢の夫婦。日経新聞が報じたこの永久帰国の物語が、今、日本中で猛烈な怒りに火をつけています。コメント欄は大荒れです。元気な時は税金の安い国で、病気になったら手厚い日本へ。ふざけるな。俺たちの保険料はあなたのバケーションのためにあるんじゃない。なぜ今、長年海外で暮らした人々の帰国が社会保障のただ乗りと叩かれるのか。その裏にある現役世代が絶望する不公平なからくりを浮き彫りにします。1、現役世代が直面する不条理。批判の火種は圧倒的な不公平感です。日本の健康保険は健康な若いうちから保険料を積み上げ、お互いを支え合う互助会のようなもの。ところが数十年も海外で過ごし、一度も日本のシステムに貢献してこなかった人々が高齢になり、医療費が最もかかる時期にだけ帰ってきたよと列に割り込んでくる。これに対してただ乗りだと拒絶反応が起きています。ネットの怒りの声。病院巡りをして安い保険で大量の薬を持ち帰る知人と縁を切りました。子供を日本の学校のイベントにだけ出させて医療だけ受けて帰っていく。お得な技として語られるのが耐えられない。再加入には1億円の一括納付を義務付けるべきだ。働けるときは海外、老後は社会保障を求めて帰国。これが鉄板の勝ちパターンになっている。ただ乗りフリーライドと言われる背景には、日本の社会保障制度、特に健康保険の仕組み上の隙間があります。なぜ長年海外にいた人が帰国してすぐに手厚い医療を受けられるのか、その具体的なからくりを3つのポイントで解説します。2、前年度の国内所得で保険料が決まる仕組み。日本の国民健康保険料は前年、日本国内でいくら稼いだかに基づいて計算されます。帰国直後の状態。長年海外にいた人は当然日本国内での前年所得がゼロです。信じられないことに、資産家であっても前年の日本国内での所得がなければ、帰国直後の保険料は月額たったの1000円程度になるケースがあります。一方で、手取り20万円そこそこの必死に働く現役世代は、健康であっても年間で数十万円。一方、数十年ぶりに帰国した資産家は、最初の1年は月額1000円。この数十倍の逆転現象こそが、怒りの正体です。結果、たとえ海外で数億円の資産を築いた富裕層であっても、自治体の判定では所得のない困窮者と同じ扱いになり、保険料が最低ランク月額数千円程度まで減免されてしまうのです。これはもはや、個人の自由ではなく、制度の欠陥を利用した搾取ではないか、そんな声が渦巻いています。3、加入期間に関係なく一律の給付。民間の生命保険であれば、加入してすぐに高額な給付を受けることには制限があったり、加入期間が短いと不利になったりします。しかし、日本の公的医療保険は加入したその日から全員同じ権利が与えられます。現役世代、20歳から60歳まで40年間、一度も病院に行かなくても保険料を払い続けます。これは将来の自分と今の高齢者を支えるためです。永久帰国組60年間1円も払っていなくても、住民票を入れて加入した瞬間、3割負担高齢者なら1割で数千万円かかるような高度先進医療や手術を受ける権利を手にします。これが、現役世代から見て積み立てを無視した横入りに見える最大の要因です。4、海外資産海外年金の補足が難しい。健康保険料の算定には資産は含まれず、あくまで所得がベースです。アメリカの銀行口座にある預金や不動産、あるいは米国の個人年金、401K などは、日本の自治体が正確に把握して保険料に反映させるのが難しいのが現状です。そのため、実際には裕福な生活をしていても、書類上は低所得の高齢者として、窓口負担の軽減や保険料の減免をフルに受けることができてしまいます。まとめなぜバグと言われるのか。日本の制度は日本で生まれ、日本で働き、日本で老いるという一生涯のサイクルを前提に設計されています。そのため、美味しい時期現役時代の低負担高収入を海外で過ごし、コストのかかる時期老後の高額医療だけ戻ってくるというグローバルな動きを想定できていないのです。これが、ネット上で制度のバグ欠陥を利用したただ乗りだと大炎上している構造的な正体です。5、坂本龍一氏の発言と逃げ切りへの視線。かつて、坂本龍一氏はこう語りました。税金が高いからアメリカへ行った。当時はそれが、国家に縛られない賢い自由人の象徴でした。しかし、今の若者にとってそれは、美味しいところだけを食べて、後片付けの前に席を立つ人に移っています。自由を謳歌した後のラストリゾートとして日本を選ぶその権利は、誰の犠牲の上に成り立っているのでしょうか。社会保障の財布が底を突きかけている現在、その言葉の響きは変わったのです。正常期に忠誠を誓って米国籍を取ったのに、最後はあっさり日本に戻るのか。自由を謳歌したつけを、なぜあったこともない日本の若者が払わなきゃいけないんだ。6、最後の一枠を誰に譲るか。帰国者側にも言い分はあります。米国の年金を日本で受け取れば、納税や消費で貢献できると、米国の年金付き40万円以上になるケースも日本で受け取り、日本で消費し、それに対する所得税も払う。これは立派な貢献ではないか。と、しかし、若者側の答えはノーです。税金と社会保険料は別物。医療費の原資は税金だけでなく、
現役世代がコツコツ納めた保険料だからです。一度崩れた公平性への不信感は数字だけでは渦まらないのです。そして批判の矛先は帰国者個人だけではありません。このバグを放置し続けている国の怠慢にも向けられています。居住歴による給付制限や過去の未納期間に応じた負担増など抜本的なメスを入れる時期に来ているのかもしれません。今回の炎上は単なる高齢者畑ではなく沈みゆく船の限られた座席を誰が守り誰が座るべきなのかというこの国が避けてきた残酷な問いなのです。あなたはこの永久帰国を個人の自由だと思いますか？それとも許されざるただのりだと思いますか？ぜひコメント欄であなたの意見を聞かせてください。